こんにちは。ゼロから行政書士第52回です。前回は事務管理と不当利得を学びました。契約によらずに生じる法定債権を整理しました。今回はもう一つの法定債権に進みます。テーマは不法行為です。他人に損害を与えた時の賠償責任を扱います。パクイチでも記述でもよく問われる大切な分野です。肩の力を抜いてじっくり理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、一般不法行為の要件です。どんな時に賠償責任が生じるのかを見ます。二つ目は、特殊不法行為です。加害者本人以外が責任を負う場面を扱います。三つ目は、賠償の範囲と時効の考え方です。過失捜察という大切な調整も確認します。それでは早速始めましょう。はじめに不法行為とは何かを確かめます。不法行為とは他人に損害を与える行為です。故意や過失によって権利や利益を侵害します。例えば、不注意な運転で人に怪我をさせる場面です。この時、加害者は損害を賠償する責任を負います。契約がなくても法律の定めで責任が生じます。刑罰とは違い、被害者の救済を目的とします。被害者を救い、損害を公平に分ける仕組みなのです。まさに法定債権の代表と言えます。次に、一般不法行為が成り立つ要件を見ます。大きく4つの柱が必要とされています。1つ目は、故意または過失があることです。過失とは必要な注意を怠ったことを言います。2つ目は他人の権利や利益を侵害したことです。3つ目は現実に損害が発生していることです。4つ目は行為と損害の間の因果関係です。これらが揃って初めて責任が生じます。ここで大切な原則を押さえます。不法行為は過失責任の原則に立っています。故意も過失もなければ責任を負わないのが原則です。そして要件の証明は被害者の側が行います。故意や過失、因果関係を被害者が示すのです。過失とは払うべき注意を怠ったことを言います。この証明の負担は被害者に重くのしかかります。特殊不法行為ではこの点が修正されていきます。続いて責任能力について学びます。責任能力とは自分の行為の責任をわきまえる力です。何が悪いことかを判断できる能力を言います。幼い子供にはこの能力が認められません。また、精神の障害で判断できない場合も同じです。こうした責任無能力者は賠償責任を負いません。では、被害者は泣き寝入りするのでしょうか。ここで次の監督義務者の責任が登場します。ここで特殊不法行為の考え方を整理します。一般不法行為では加害者本人が責任を負いました。しかし、それだけでは被害者を救えない場面があります。本人に視力がなく賠償を受けられないこともあります。そこで本人以外の者にも責任を広げています。合わせて過失の証明も被害者に有利に修正されます。加害者の側が注意を尽くしたことを証明するのです。この考え方を頭に置いて個々の類型を見ていきましょう。ここからは特殊不法行為に入ります。加害者本人以外が責任を負う場面です。一つ目は監督義務者の責任です。責任無能力者に代わり親などが賠償します。二つ目は使用者責任です。従業員が仕事中に与えた損害を戸主が賠償します。どちらも注意を尽くせば免責され得る責任です。これを中間責任と呼んでいます。続いてもう2つの特殊不法行為を見ます。1つ目は工作物責任です。
建物などの欠陥で生じた損害をまず占有者が賠償します。占有者が注意を尽くして免責されれば所有者が負います。しかも所有者の責任には免責が認められません。二つ目は共同不法行為です。数人が共同で損害を与えた場合の責任です。被害者はその誰にでも全額を請求できます。この場合、全員が連帯して賠償責任を負います。次に、損害賠償の中身を確かめます。まず、賠償は原則としてお金で行います。これを金銭賠償の原則と言います。賠償の対象は財産の損害だけではありません。心の苦痛といった精神的損害も対象になります。この精神的損害への賠償を慰謝料と呼びます。治療費や逸失利益に加え、慰謝料も請求できます。近しい家族が固有の慰謝料を請求できる場合もあります。被害者が受けた不利益を幅広くカバーします。ここで過失相殺という調整を学びます。損害には被害者の側の過失が関わることもあります。例えば、被害者にも不注意があった場合です。この時、賠償額を減らして調整できます。これを過失相殺と呼びます。加害者だけに全額を負わせないための制度です。損害を両者で公平に分担させる考え方です。被害者本人だけでなく、その側のものの過失も考えられます。記述式でも問われやすい大切なポイントです。次に、賠償を求める権利の時効を見ます。この権利も時間が経てば消えてしまいます。時効には2つの期間の定めがあります。一つは損害と加害者を知った時からの期間です。もう一つは不法行為の時からの長い期間です。どちらか早く満了したことで権利は消えます。具体的な年数は必ず教材で確認してください。権利の上に眠るものは保護しないという考え方です。人の生命や身体を害する場合は扱いが異なります。ここで今日のクイズです。一般不法行為の要件について正しいのはどれでしょう？ A は故意も過失もなくても必ず責任です。B は故意過失に加え権利侵害損害因果関係です。C は因果関係は不要で故意だけで良いです。少し考えてみてください。正解は B です。不法行為は過失責任の原則に立っていました。そして行為と損害の因果関係も欠かせないのでした。それでは今日のまとめです。一つ目は一般不法行為の要件です。故意過失、権利侵害、損害、因果関係が必要でした。二つ目は特殊不法行為です。監督義務者や使用者など本人以外も責任を負いました。三つ目は賠償の範囲と調整です。賠償は金銭が原則で慰謝料も含まれるのでした。過失相殺と消滅事項も押さえておきましょう。ここまで不法行為を学びました。一般不法行為と特殊不法行為を整理しました。過失相殺と時効の考え方も確認しました。次回からは財産法を離れて身分法に入ります。テーマは親族です。婚姻や離婚、親子や親権の仕組みを扱います。相続を学ぶための大切な土台になる分野です。今日の不法行為もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。